つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは潮汐を解説していきます。この動画は過去に配信させていただきました復習動画となります。前回潮目の授業を配信いたしました。新しくチャンネルをご登録していただいた方や、これから本格的な釣りシーズンに向けて釣りにチャレンジされる方に潮汐についてはぜひ伝えたい内容でもあります。定期的に少しリメイクしたこのような復習動画の配信もいいなと思いましたら、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。海釣りをしていると潮がいいとか潮が悪いという会話に合うと思います。この動画を見ることによって釣りの常連さんとの会話が理解できたり、釣り具屋に必ず表示されている超過情報などがみるみる頭に入ってくると思います。いつものように結論から見ていきましょう。地域により異なる上げ3部と下げ7部、まずめと合う潮。それではこの3つについて解説していきます。地域により異なるについて解説していきます。まずはじめに潮についてよく使われる基本的な用語について確認しておきましょう。潮汐とは主に月と太陽の引力によって起きる海面が上下することを言います。満潮は潮位が上がりきった状態のことを言います。干潮は潮位が下がりきった状態を言います。大潮は干潮と満潮の差が大きい潮のことを言います。小潮は干潮と満潮の差が小さい潮のことを言います。中潮は大潮と小潮の間の潮のことを言います。長潮は小潮の中で最も変化がない潮のことを言います。若潮は干潮と満潮の差が大きくなり始める潮のことを言います。潮のことについて調べると必ず出てくる用語になりますので、しっかり覚えておきましょう。月と太陽の引力によって起きる潮汐によって海面が最も高くなった状態を満潮、最も低くなった状態を干潮と言い、満潮と干潮の海面の差を干満の差と言います。この干満の差は時期によってまた地域によって異なります。ある日の大潮の日を参考にして見ていきましょう。月と太陽が一直線に並ぶ新月や満月の時が大潮で、海水に及ぼす引力が大きくなるため、潮位は満潮が高くなり、干潮は低くなります。海面の高さは地域によって異なります。干潮と満潮の差が小さかったり、大きかったり、いろいろです。これは地形の影響が大きく、月や太陽の引力によって海水が盛り上がろうとしても、海水が入ってくる入り口が狭かったり浅かったりすると、海水の出入りがしにくいことが理由にあります。九州の有明海では最大6メートルほどの最も大きな干満の差が起こります。上げ3部と下げ7部について解説していきます。ある月のカレンダーに潮位をまとめてみました。満潮と干潮は1日に2回ずつ起こります。干潮から満潮まで海面が上昇している間を上げ潮、反対に満潮から干潮まで海面が下降している間を下げ潮と言います。この潮の変化を知るために必要な情報は月の形にあります。先ほどの潮位と同じタイミングの月の形になります。3日が新月、18日が満月、10日が上弦、25日が下弦になります。新月、満月の前後が大潮になります。その時の月の形は、新月は
ほぼ黒い月、満月はほぼ明るい月になります。新月や満月の大潮などに中潮が始まります。月の形は明るいところや黒いところが新月や満月の時より多くなってきました。これが半月になるまでの間が中潮です。小潮は比較的わかりやすいです。月の形が半月から始まり、その後2日くらい続くのが小潮です。長潮は小潮の終わりの頃になります。この月が最も潮の変化がありません。最後に若潮です。最後とは言っても、潮の満ち引きは若潮から始まります。大潮に向かって潮が若返ると覚えればイメージしやすいと思います。月の変化による潮汐を勉強したところで、これからは実際に満潮、干潮をグラフにした潮見表や潮位表、タイドグラフと呼ばれるものを見ていきます。縦軸の波のグラフの高いところが満潮、低いところが干潮になります。横軸が時間になります。さて、今回の課題でもある上げ3部と下げ7部とはどういう意味でしょうか。海釣りでは上げ3部と下げ7部は魚がよく釣れる時間帯と言われています。それでは上げ3部と下げ7部がわかるように解説していきます。1日24時間で満潮が2回、干潮が2回、合計4回潮が動きます。1回あたりの動きはおよそ6時間になります。次に干潮を0、満潮を10としてその間を10等分します。干潮から満潮へ向かって数えて3つ目が上げ3部になります。目安の時間は干潮の時刻からおよそ2時間後になります。今回の潮見表では午前6時頃が上げ3部の時間帯となります。次に下げ7部の解説をしていきます。下げ7部とは上げ3部とは逆に満潮から干潮へ向かって3つ目、7分目の位置になります。少し混乱したかと思いますが、ここで注意することは、満潮から始まりますが、満潮が0で始まるわけではありません。10等分のカウントは、干潮が0、満潮が10のままとなります。下げ7部の目安時間は、満潮時刻から約2時間後となります。今回の潮見表では、12時頃が下げ7部の時間帯となります。上げ3部と下げ7部の時間帯をまとめると、干潮や満潮の時刻から約2時間後が釣れやすい時間帯になります。干潮や満潮のピークの潮が動かないことを潮止まり、潮が動き始める時のことを潮変わりと言います。この流れの変化により魚の活性は高まります。これが上げ3部と下げ7部は魚がよく釣れる時間帯と言われる理由になります。上げ3部と下げ7部が釣れるということは一般的に言われていることであって、地域によっては上げ7部、下げ3部などご当地の釣り方もあるかと思います。また、満潮から干潮に変わる下げ潮の時の基準を満潮が0から表すこともありますので、その際は今回の動画を応用して対応されてください。マズメと合う潮について解説していきます。マズメとは日の出、日の入りの前後1時間と言われ、釣りに最もいい時間になります。地域や季節などによってその時間帯は異なります。それぞれ朝マズメ、夕マズメと呼ばれます。それでは上げ3部と下げ7部に朝マズメと夕マズメを合わせていきます。今回
参考にさせていただいている潮見表につきましては、時間の表記が3時間ごとになっていますので、時間の間隔を3等分した目盛りと日の出・日の入り時刻を表示してみました。そして日の出・日の入り時刻の前後1時間を潮位に合わせてみましょう。例えばちょうど7時の場合でしたら6時から8時となります。するとマズメによる釣れる時間帯が見えてきました。朝マズメが6時22分から8時22分頃、夕マズメが16時20分から18時20分となります。上げ3部と下げ7部が合うところに注目していきます。この日であれば、夕マズメの16時20分から18時20分の時間帯が上げ3部と重なっているため、この時間帯が最も釣れやすい時間帯となります。いわゆる潮がいいと表現されるところになります。他の潮でいくつか練習してみましょう。これはある中潮の日になります。上げ3部、下げ7部とマズメの時間帯が一致していません。いわゆる潮が悪いと言われます。この場合はどちらかというと潮が止まっている状況から動き出す方が釣れやすいため、マズメや上げ3部に近い朝マズメ狙いの方が良さそうです。これはある小潮の日になります。これは考える必要はありません。夕マズメが合っているため、夕マズメがいい潮になります。これはある長潮の日になります。これも朝マズメが合っているので、朝マズメがいい潮です。これはある若潮の日です。この日は潮が悪いです。朝マズメ、夕マズメともに満潮で潮の動きが止まります。最後にまとめです。地域により異なる。今回は基本的な潮の見方や潮が釣りに関係する内容で解説いたしました。あくまで基本になりますので、釣り場の情報は地元の常連さんや釣り具屋さんから収集されてみてください。今回勉強した内容を知っておくだけでも、釣り場情報の7割は理解できるようになったと思います。もしわからなかったら復習されてみてください。上げ3部と下げ7部。魚は潮が動かない状況から潮が動き出すタイミングがよく釣れます。例えば料理がたくさん並んでいるテーブルに追加で料理が出てきた時よりも、何もない食卓に料理が出された方が食欲が湧く感覚と同じと思います。マズメと合う潮。上げ3部、下げ7部と合わせて朝マズメ、夕マズメが重なる潮見表を見つけたら、釣りに行きたくてワクワクしてきます。釣り場で釣りをしている時間だけが釣りではありません。潮見表を見たり、夜空を見上げて月を眺めている時も釣りをしている時間と同じです。釣りって学べるは、釣りの SNS アングラーズにて超過情報など皆様との交流や情報共有をさせていただいております。当チャンネルの説明欄にリンクを貼っておりますので、動画と合わせて一緒に釣りを楽しんでいけたら嬉しいです。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の動画が釣り人同士の会話や釣りの情報収集の手助けに少しでもなれれば嬉しいです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、
魚を釣る力。釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。